食べたい分だけ入れてもらえればいいかなと思います。冷凍野菜をですね、もう器に入れて出しかけてるだけなんでめちゃくちゃ簡単ですね。これは最高ですね。冷凍 OK！ はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめな冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、だし解凍、市販冷凍野菜を凍ったままだしにつけるだけをやります。このチャンネルでもですね、このだし解凍っていうのを結構紹介しております。凍った食材にだしをかけて、でそのまま解凍ができて、でしかも冷たくひんやりして美味しいというレシピ、いろんな動画でも紹介をしたんですけども、やっぱりですね、そもそものその冷凍食材、例えば小松菜なんかはですね、洗って、切ってで袋に入れて冷凍するんですけども、それがめんどくさいっていう方も結構いるんじゃないかなと思います。でそういった方には、もちろん冷凍野菜っていうのはですね、もう洗ってあって切ってあってで火も通ってあるものがありますので、これがだし解凍使えないんじゃないかというふうに思われるんですけども、これもちょっとですね、ポイントがありまして、でその冷凍野菜を使ってだし解凍の使い方をご紹介しようかと思います。はい、ということですね、市販の、いわゆるスーパーとかそういったところで普通に販売されている冷凍野菜をこれをだし解凍しようと思うんですけども、どんな冷凍野菜でもいいわけではなくてですね、ここに用意しているような自然解凍、対応 OK の、冷凍野菜をぜひ使っていただければと思います。でそういった対象の商品はですね、ここに、自然解凍 OK と書いてますので、これを使っていただければと思いますね。というのも、こういったものが書かれていない、冷凍野菜に関してはですね、ブランチングといって軽く加熱はされているんですけども、そういう7割から8割ぐらいまでしか、火がかかってないんですね。ですので最後まで火がかかっているわけじゃないので、加熱をせずにですね、常温とかだしとかでやっぱ解凍する場合はですね、自然解凍の商品を使っていただくのがいいかなと思います。自然解凍 OK の商品じゃないものを、だし解凍したい場合はどうするかっていうと、それは後ほどまたご紹介をしたいと思います。ただですね、今結構この自然解凍 OK の、冷凍野菜も、結構増えてますので、例えばこういったブロッコリーもありますし、ほうれん草ですね。であとは枝豆ですね。でこういった、ナス、カットナスですね。でオクラなんかもう切ってある状態で、あとはインゲンもありますね。こういったものはですね、結構だし解凍とも相性はいいので、ぜひ使っていただければと思います。じゃあ早速だし解凍していきたいと思います。まずはこのほうれん草ですね。カットほうれん草で、この凍った、状態で、容器にですねもう入れます。食べたい分だけ入れてもらえればいいかなと思います。で今回はですね、だし解凍にこのめんつゆを使いたいと思います。2倍濃縮のものを今回使ってますね。で、2倍濃縮なんで、1対1ということで、100ml だったら 100ml にプラス水を 100ml 入れると。で合計200にするという感じで1対1で割っていただくとストレートになりますね。おひたしとして食べるので、もう少し薄めでいいよという方は、3倍濃縮にしたりとか4倍にしてもおすすめですね。今回はそのままストレートにしております。でもうすでに割ってあるものが、ここにありまして、でこのだし解凍、めんつゆをですね、ストレートに戻しためんつゆをこの凍った、ほうれん草にですねもう直接かけちゃいます。でその他の野菜もですね、それぞれ入れていこうと思います。はい。でインゲンもおすすめになりますね。でインゲンはですね、ちょっと長いものもあると思いますので、そういったものはですねもう手でパキッと、折ってもらうといいかなと思いますね。溶けやすいように、ちょっと半分に折ってあげるといいかなと思いますね。このだしをですね、それぞれかけていきたいと思います。冷凍野菜をですねもう器に入れてだしかけてるだけなんでめちゃくちゃ簡単ですね。
でだし自体は、要は冷たくなくてもいいわけなんですよね。水道から出るその常温の水で、OK で、この凍っている野菜がだしも冷やしてくれるということですね。で、だしを注いだら、このだしに浸かるようにですね、この野菜をちょっと沈めてもらえればと思います。で、ちょっと混ぜてあげるとですね、より早く溶けますので、ちょっと混ぜていただいてもいいと思いますね。で、このまま放置をして解凍します。で、ここから解凍するんですけれども、やっぱだし解凍のデメリット、で言うと、やっぱ解凍に時間がかかるっていうのはありますね。で、野菜の形、大きさによって結構解凍時間が違うんですけども、こういったインゲンとかですね、オクラとか、あとはほうれん草もですね、結構バラ凍結もされてますので、結構こういったものはですね、小さいので、本当に解凍は早く進むんですね。本当に10分とか20分ぐらいでもですね、十分早く解凍が進みますね。で、ただですね、やっぱブロッコリーとかですね、このかなり体積もあってですね、結構時間がかかります。30分、ぐらいですね。もしかしたら40分、50分、ちょっとかかる可能性もあるんですけども、やっぱちょっと結構時間がかかります。で、やっぱそのサイズが大きいものは、時間がかかるってところが結構デメリットではないかなと思います。あまり時間かかるって場合は、やっぱり冷蔵庫に入れて、解凍していただくといいと思いますね。で、今はですね、15分ぐらい経過したんですけども、ほうれん草とか、オクラとかインゲンはですね、もう解凍されてて、すごくいい状態かなと思いますね。で、ただ枝豆とか、ナスとかですね、ブロッコリーはまだ時間かかりそうかなと思います。やっぱこのだし解凍の魅力として、こういったもう器に冷凍野菜入れて、だしをかければ、もうこのまま食卓に並べても問題ないんですね。だからこのままもう料理も完成しちゃってるっていうところも魅力かなと思いますね。じゃあまずちょっとこのほうれん草食べたいと思います。溶けてますね。こういう感じで、ちゃんとおひたしになってますね。ちょっと食べたいと思います。いただきます。やっぱりですね、しっかり冷たいっていうのがやっぱいいですね。でもう本当に何の問題もなくおひたしになってますので、すごくいいですね。結構めんつゆが染みますので、めんつゆの濃度はですね、もっと薄めてもいいかなと思いますね。で、次はオクラですね。オクラもうかなりちゃんとしっかり溶けてます。やっぱり薄く切られてますので、すごい溶けやすいんですね。で、これをそのままご飯の上に乗っけてもいいですし、麺類ですね、そうめんとかいろんな麺類に乗っけてもおすすめですね。これも食べたいと思います。いただきます。これは最高ですね。で、暑い日とかですね、ご飯の上に乗っけてもですね、こう冷たくご飯を食べるっていうのもいいかなと思いますね。で、次はですね、インゲンですね。インゲンもしっかりと解凍されてますね。このまま食べたいと思います。美味しい。解凍の時に火をかけてないので、インゲンのやっぱ食感はすごくいいですね。で、インゲンの旨味も感じつつ、めんつゆの味わいも楽しめるっていうことで、本当にめんつゆで解凍しただけなのに美味しく仕上がってますね。で、今ですね、30分経過しました。ということでね、ブロッコリーとか、ナスとか枝豆の方もですね、食べたいと思います。で、まずはブロッコリーですね、食べたいと思います。これがですね。で、ブロッコリーはやっぱ形が大きいので、溶けづらいんですけども、30分ぐらいで、中がまだ冷たいところはありますけど、溶けてはいるので、食べることができますね。で、しかもこうやって加熱せずに解凍するので、特にブロッコリーの食感っていうのはすごく残ってますね。で、次はこっちのナスですね。で、こちらはですね、結構体積があるんで、これも溶けるのに時間かかりそうなんですけども、食べたいと思います。いただきます。少しシャリッとしますけども、これはこれでしっかりと味も染みててですね、しかもこうちゃんと歯で噛めるぐらいには柔らかいので食べることはできますね。もう少し、10分ぐらいさらに溶かしてもらうといいかなと思います。で、続いては、枝豆ですね。これを食べたいと思います。
しっかりと溶けてますね。枝豆って、塩味がついているものが多いので、そのまま食べても美味しいんですけども、このめんつゆの味わいも加わるとですね、さやの方にこのめんつゆの味が乗ってるんで、さやと一緒に食べるとですね、このだしの香りとかですね、ちょっと醤油とか甘みも加わると、結構美味しかったりもしますね。こういった食べ方も結構おすすめにはなりますね。こういった感じでですね、ほうれん草とかオクラとかインゲンのような、小さいものはですね、だしをかけてもう10分ぐらいですぐ食べることができます。でブロッコリーとかナスとか、枝豆とか、ちょっと体積が大きいものはですね、30分ぐらい置いていただくといいかなというふうに思いますね。で私さっきめんつゆでだし解凍するときに、ストレートにして、入れたんですけども、ストレートだとちょっと濃いかなっていう気もしましたので、もう少し薄めてもいいと思います。3倍とか4倍とかですね、薄めに伸ばしていただいてですね、入れてだし解凍してもいいのかなというふうに思います。であとはですね、今日はそのまま食べましたけども、あとは鰹節をかけたりとかですね、何かアレンジで、追加していただくとですね、よりめんつゆの味自体はですね、薄めても大丈夫にはなりますね。だし解凍このめんつゆが必要になってくるっていう、量が溶かすために浸らせなきゃいけないので、もったいないなんて方はですね、ちょっと薄めて、そういう意味でも薄めてもいいと思いますね。で味付けの面でも何か他にアクセントを足すんなら結構薄めでもいいかなと思います。ということですね、市販の冷凍野菜を使っただし解凍をご紹介しました。自然解凍 OK の、冷凍野菜を今回使ってだし解凍したんですけども、自然解凍 OK って書いてないいわゆる普通の冷凍野菜の場合、どうしたらいいかと言いますと、これはですね、直接だしをかけてだし解凍っていうのをやめていただいて、やり方としてはですね、電子レンジやはり加熱をしてその後、冷やしてあるだしを、めんつゆとかをですねかけていただくといいかなと思います。電子レンジチンするっていう手間はかかるんですけども、ある意味時間はかからないですし、ただだし自体は冷やしておかないと、かけただけではやっぱ当然冷たくならないので、だし自体は冷やして冷蔵庫に冷やしておくといいですね。でもしくは、常温で作っただしをかけて、かけた状態で冷蔵庫で保管する、1時間ぐらい冷やしていただくと、冷たく美味しく楽しむことができますね。冷えてなくていいよという方は別にそのままかけて、チンした後にかけてそのまま食べてももちろん OK ですね。それはもうだし解凍ではないんですね。そういったところでですね、やっぱり自然解凍 OK って書いている冷凍野菜っていうのはですね、常温の、だしを使っても、最後冷たくしっかり冷えて、冷えのこう浸しが楽しめるところがやっぱこのやり方の魅力かなというふうには思いますね。ただ体積が大きいものはですね、ちょっと時間かかるってところがデメリットになりますので、時間がないよという方、早く作りたいって方はもう電子レンジでチンしてからだしをかけて食べていただいてもいいんじゃないかと思いますね。こういった感じでこのチャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。